仕事のトラブルがきっかけで父の性格が明らかになりました。その日の両親は冷たく無関心な態度でした。2023年3月3日午前2時16分です。扉を開けると、そこにはテレビを見る父の姿が。寝ろと言ったら案の定無視されたので、いつものことだと気にせず寝たんですよね。その2日後、母からこんな話を聞きました。そういうことでパカってかパカってかお母さんのこと言ってんのかなと思ったけど、でも違うかなと思って。誰のことかわからないにしても、何かあったことは僕も想像できます。その証拠に、父はこの日一日変でした。父が変だと母に伝えたら、凍りついた視線が父に向けられました。その先には、夕食を無視して布団に入る父と、父を無視して食事を用意する母。今日はお互いいつも以上に無関心です。帰宅後は必ずご飯を食べるのに、ずっと布団に入ったまま父は動きません。そして珍しく父に声をかけない母。代わりに僕が声をかけたら放っておけと言われました。実は一連の父の行動と次に紹介する出来事で父の本性が見えました。18時10分、帰宅して驚愕した僕。戦闘力がゼロになった瞬間です。散らかしたのは他でもありません。何食わぬ顔して寝ている父です。こんな父ですが、会社では上の立場で、こうやってやらないといいためにどうすりゃいいのってそれ考えろって。部下の指導を任されています。父は仕事熱心で、早出残業も惜しみません。しかし、今日は違いました。家族、会社に黙って早退したからです。技術を買われて入社して20年目の父が早退したのは初めてのこと。しかも無断で。スマホの電源も切って連絡を拒絶しています。職場で喧嘩でもしたのかと僕は想像しました。以前、上司と喧嘩して仕事を辞めたことがあったので、幸いにも喧嘩ではなかったのですが、納得の理由でした。お父さんが早退してきたじゃん。これなんで言ったの？でも違った言ったね。俺が稼いだお金みんなそっち行っちゃうって言ってたけど。俺がこんだけ稼いだの。言ってたけど。自分が今一生懸命やって、儲かってしょうがないって言われたんじゃない社長に。なるほどね。まあいろんな人からアドバイスがあって、もともと認められたいって気持ちが強い。だけど認めてもらえないことに悔しさだったり腹立たしさがあると。父の本性はとても内向的でした。ただ、これでは支える気になりません。ご覧の通り、家では片付けすらしませんから。でも、職場は掃除するって言ってました。この違いは一体何でしょうか。考えたくないので気分転換に風呂掃除。ただ、もやもやして気分が晴れません。なんで俺は父を世話しちゃうんだろう。
そんなことを考えながら夕食にパスタを作ろうと戻ったらまた散らかしてるし、いつか介護する。俺の身になってみろ。結局片付けに時間がかかってこれに変更。どれだけ家族を振り回せば気が済むのでしょうか。家族を振り回す上に行動は子供以下。部下の方が父の本性を知ったらこう反論するでしょうね。偉そうなこと言うんじゃねえって。料理見ての舌打ちは家での特権。内心はビビリで言い返せない。だから指導はおとなしい部下に限る。家では王様、外ではビビリ、内向的な性格なんです。しかし、こんな父にも味方はいます。それは母と社長です。会社での評価も知っています。ダメなんだよ。やるべきことやれ。本当にあれ長見てる聞いてどういう見て母は父の話を黙って聞き、できることを考え、励ましの言葉をかけてきました。バラの灰。バラのはいはい灰。燃えたかすね。まずそのコッペパンがあって中のだけ食べて。父は自分を大きく見せようとします。それが原因で母や僕と言い合いになることもあります。でも言われるのは家族の前だけ。一人では何もできない小さな男だと分かりました。だから母は甘やかすまいと父を無視しました。これ疲れてんだなっていうふうに感じたんだ。ただ本人はそうやって言わないことによって雰囲気を悪くするんだったら言ってもいいんじゃないかなと思った。言いたいことがあればね。介護のためにも父が大人になることを願います。思えばいいわ。喋りたいときはもうベラベラ喋るじゃん。決してお母さんは喋らないけどね。自分の職場で。あ、そうなんだって感じ。この動画で父の本性に迫りながら同じ状況の方と共感し励まし合うきっかけになれば幸いです。